明日はなんと大事なお客様が我が家に来る日なんですが、そこら中に物が放置され、なんだか散らかったこの状態。これじゃとてもお見せできない。どうにか人を呼べる部屋にしたい。ということで、今回はプチお部屋と化した我が家の全力リセットの様子をお届けします。見れば早速お片付けや掃除がしたくなる、そんな動画になっていますので、ぜひ楽しんでみてみてください。それではスタートです。今回は先日公開されたコラボ動画のルームツアーの裏側ということで、撮影前日の我が家の緊急事態をお届けします。あちこち物が散らばったこの現状。ルームツアーって普段の姿じゃないんかいなんていうグーの音も出ないツッコミが来そうですが、我が家も正直綺麗な時もあれば散らかる時もあります。物が減った今も私の根本ズボラな性格は変わらないので、忙しい日々が続き余裕がなくなった時はこんな風に散らかってしまいがちなんですよね。恥ずかしながらこれが私のリアル。今回は包み隠さずそんな姿もお見せします。でもせっかくのルームツアー撮影の期間、やっぱり綺麗バージョンの我が家でお届けしたいということで、今から急いでこのプチお部屋のリセットと徹底的なお掃除をしようと思います。まずはデスク周りから。編集作業に追われ、機材は置きっぱなし、前日に飲んだマグカップはそのまま、お出かけカバンも椅子に放置と、私のズボラっぷりが存分に出ちゃっています。全部片付けていきます。こちらは新品のコスメ。買ったものってなぜかすぐしまわず、ついその辺にポイって放置しちゃうんですよね。古い化粧品もちょうど使い切ったところだったので、早速入れ替えます。新しく買ったものをしまい込むことなく、さっさと使い始められるのがストックの持たない小さな暮らしの良いところです。前日使った荷物も中身を出してすぐ近くの棚へ戻します。片付けも置いたりかけたりするだけ、とっても簡単です。そんな簡単なはずなんですが、なぜかそれができないんですよね。ほんのちょっとの後回しが積み重なってお家が散らかってしまうんだなと反省です。でもひどく散らかる前に取り掛かれたおかげで短時間でリセットできました。やっぱり机が片付くと手っ取り早く綺麗になった気になりますね。続いてはベッド横。前日に洗った靴をこちらで干していたのでしまいます。ちなみにこの靴は洗濯機でジャブジャブ洗えちゃうもので、スイッチ一つで本当に綺麗に生まれ変わります。ただよくよく考えてみれば、こんなところで干すなんてと視聴者の方に突っ込まれてしまいそうですが、ここで干すこと何にも気にならないのがズボラなんですよね。このスペースはつい物を置いちゃいがちな場所ですが、こうやって物が一つもなくなると不思議と何も置きたくない場所に変わる気がします。最初の一つを置かないように気をつけなきゃですね。続いては収納棚の片付け。密にも増してごちゃごちゃしています。充電したままずっと放置していた毛玉取り機は定位置にちゃんと戻します。こちらはお友達からいただいたお土産。正直置きっぱなしにしていました。もうなんと失礼なズボラな自分にげんこつです。開けてみたらめちゃめちゃいい素敵なジュースセットでした。フルーツ好きの私にはもうたまらなく最高なものです。本当に感謝ですね。せっかくのいただき物、放置したままにしてしまう方がもったいなかったと反省です。昨年行ったシンガポールのお土産に買ったレトルト食品を置きっぱなしにしていました。文房具ばかり収納しているこちらへ置いていてもただ忘れ去られるだけ。ちゃんとキッチンにしまいます。収納棚がすっきり片付きました。リビングのお片付けが終了しました。余白があるってやっぱり最高ですね。この空間できるだけ維持できるようまた頑張り直したいなと決意を新たにしました。こちらは階段横。こここそつい物を置いてしまう一番の魔のスペースです。普段は防災リュックに入れている油性ペン、ちょこっと使ってから戻すのが億劫でここへ放置してしまっていました。そしてこちらは使わなくなった充電器たち。新しい超便利な巻き取り式の充電ケーブルを新しくゲットしてから行き場を失ってこんな適当な場所へ置きっぱなしに。まだ使うかなって思ってしまって捨てられなかったんですよね。ということでそんな時はボリューボックスにしまい込んで捨てて問題ないか時間をかけてゆっくり確かめてみることにします。物がないってやっぱりいいですね。続いてはキッチンへ移動。洗ってからそのままになっていた食器たちを片付けます。水切りかごをあえて置かないことでキッチンを広く使おうという狙いでしたが、しまうのが面倒で結局置きっぱなし。
いつも食器が置かれた状態になっているのが実情です。だからといって洗い物の都度拭いてしまうのも面倒で、ズボラが楽できる方法ないか、ここはちょっと悩みポイントですね。食器がなくなったらキッチン台のお掃除も超楽ちんです。物がなくなればお掃除のハードルも下がって簡単に綺麗が維持できるんだなぁと改めて実感です。キッチンカウンターにも物を放置してしまっていました。こちらは以前捨て活動画で賞味期限切れになっていたアイテムたち。もったいないので超特急で使い切りました。せっかくなので視聴者の方に報告したいなと思っていたら後回しになってこちらに放置。捨て方の結果余計に散らかるという残念な状態になってしまって反省です。こちらはベーキングパウダー。買ってみたら封のできない袋でどうしようかと放置してしまっていました。この後すぐボトルを買って必ず詰め替えます。いや、私買ったものをそのまま放置してしまう癖があることがよくわかりますね。ようやくお片付けが完了したので、ここからは水回りのお掃除です。使う洗剤は歌丸とキッチンハイター、そして食器用洗剤のみです。キッチンの排水口受けの生ゴミはティッシュで取り除きます。排水口ネットを使わなくなったらこまめにゴミを取り除く習慣ができたので、むしろ楽にきれいを維持できるようになりました。今日はついでに排水口の奥までお掃除です。使う洗剤は普通の食器用洗剤、特別なものはありません。このスポンジは掃除が終わったら新しいものへ入れ替えます。換気扇も油汚れがかなり溜まってしまっているので、ついでに交換します。ルームツアーでここまでチェックされるかもしれませんしね。一時期換気扇フィルター用の不織布カバーをもういらないと手放したことがあったんですが、やっぱりあった方が汚れのつき具合が軽減され、お掃除は楽だったので結局買うようになりました。かといって不織布が油汚れで目詰まりすると換気効率が悪くなるので、使い捨てタイプは月に1回、遅くとも3ヶ月に1回は交換が必要とのこと。正直私が交換したのは4ヶ月近く前、かなりサボってしまっていましたので、今日交換しようと思います。いつもなら換気扇のパーツはセスキを溶かしたお湯につけ置きするのですが、ちょうど切らしてしまっていたので今回は歌丸で代用しています。シンクの線はダイソーで購入したシリコン蓋を使って塞いでいます。で、後々調べてみたら、つけ置きの前に直接歌丸を吹きかけて数分放置するのが効果的な方法みたいです。次からはその方法でやってみようと思います。うまくいけばセスキはもう買う必要はないですね。で、今回油汚れを落とすために結構一生懸命こすっていたのですが、もう少しこまめに掃除ができていたらつけ置き程度で大部分の汚れが落ちたのかなと思うと、こまめな掃除ってむしろ楽ちんなんじゃないかなとも思いました。これからは月1くらいちゃんとお掃除しようと思います。ということで換気扇のお掃除完了。しばらく乾かして翌日には使い捨てフィルターを取り付けます。まな板もかなり汚れていました。絶対に冷蔵庫に入っている私の定番野菜の人参ですが、切るとあっという間にまな板がオレンジ色に染まってしまうんですよね。軽く濡らしてキッチン泡ハイターを噴射。キッチンラップを覆いかぶせてハイターを行き渡らせた状態で数分放置。最後にすすげば超簡単に綺麗になりました。ということでこれでシンクのお掃除は完了です。続いては台所の拭き掃除。普段手が行き届いていない箇所を歌物で拭き上げていきます。年末にもお掃除したばっかりなのにもう汚れが溜まってしまっています。特にひどかったのが引き出しの中。めっちゃゴミが溜まっていました。一体どこから来たんでしょう。この世に生きている限り掃除って永遠に続くんですね。でも結局汚れる場所って物がある場所だったりもします。だからこそ物を減らすことって本当に掃除の負担を楽にしてくれるなと改めて気づかされました。ということでキッチンの掃除完了です。キッチンが綺麗になり私の気分もすっきりです。続いては洗面台掃除。こちらは残りわずかの糸むきタイプのヒロスです。母が慣れれば使いやすいからぜひ試してみてとくれたものですが、使いこなせず放置していましたので今回処分しようと思います。やっぱり私はこういう Y 字タイプが奥歯にも届きやすいですしお気に入りでした。洗面台は横に置いているティッシュを使って汚れを落としていきます。物を浮かしているおかげで掃除は超楽ちんです。シンクはシンクに置いているスポンジと歌物で汚れを洗い流していきます。毎晩使ったついでにちゃちゃっと汚れを拭き取るように心がけているおかげでしつこい汚れもなくあっという間に掃除が完了です。続いてお風呂の掃除です。
お風呂グッズも全部浮かしているおかげがあり、掃除が必要なのは排水口ぐらいでした。まず受け皿のゴミをティッシュで取り除き、使い古しの歯ブラシと歌もろで奥まで掃除していきます。時々お風呂に入ったついでに掃除したりもするのですが、それでも毎日使う風呂、やっぱりすぐ汚れてしまいますね。お風呂のドアの溝の汚れもこすって落としていきます。こまめな掃除のおかげであっという間にお風呂場も掃除完了です。続いてトイレ掃除です。外側は豚もろとトイレットペーパーで拭き上げます。普段も使ったついでに軽く拭いたりしているので、簡単な拭き掃除で汚れ落とし完了です。トイレの中は流せるトイレブラシで掃除します。めったに使わないものではあるので、専用ブラシホルダーも手袋も持っていません。なのでキッチン袋を手袋代わりに気をつけながらお掃除をします。ということでトイレ掃除も完了です。大体のお掃除が完了したので、残る床掃除はロボット掃除機様にお任せです。掃き掃除と拭き掃除両方同時にできちゃうので本当に大助かりです。よろしくお願いします。ロボット掃除機にお部屋の床掃除をお任せしている間、階段は自分で掃除です。自分で掃除機をかけるのは普段あまりやらないのもあってやっぱりめんどくさいですね。ロボット掃除機の偉大さに気づかされます。玄関に放置してしまっている靴はちゃんと片付けて、玄関床は無印良品のタイル目地ブラシでお掃除です。コンパクトなブラシで玄関掃除にとってもおすすめのアイテムです。玄関に置いていて邪魔にならないのもいいですね。やっぱり掃除用具を手の届くところに置いておくことって掃除のハードルを下げてくれて、小掃除が続くようになる技だなと思います。ということでこれで掃除完了。意気揚々とお部屋に戻ってきたら、ロボット掃除機様がお家に帰れなくなっていました。たまにこういうことがありますね。そんなところも可愛いやつです。ということで前日のバタバタ掃除が完了です。普段手が行き届いてないところまで掃除ができて、お部屋も気持ちもすっきりしました。おかげでお客様を晴れやかな気持ちでお迎えできそうです。今回あえてプチお部屋状態の我が家を大公開させていただきました。散らかってしまった我が家でしたが、なんとか短い時間で大掃除を終えられました。コツコツ日々続けてきた小掃除と捨て活のおかげです。これがミニマリズムのパワーなんですね。そして今回散らかった我が家を公開することに少し怖さもあったんですが、見てくださる方の何か励ましになればと思い、包み隠さず正直にお届けしました。部屋が散らかることって一見良くないことにも思えてしまいますが、考え方を変えれば散らかったり汚れたりするのは自分が生きている証拠でもあるんですよね。だから散らかしてしまう自分を責めるのではなく、むしろ私今日も頑張って生きてるんだなと誇ったっていいんじゃないかなと個人的には思っています。これもズボラの都合のいい言い訳なんですけどね。最後に毎日精一杯頑張っている方々にこの言葉を送りたいと思います。生きているだけで丸儲けだから、いつも完璧じゃなくたっていいんですよね。この動画がよし今日はちょっとだけ片付けてみようかな、そんなやる気が湧く小さなきっかけになったら嬉しいです。それではなんか高い匂いするわ。なんかすげえ。めっちゃ綺麗ですね。掃除しましたそれは掃除しました。これ見たことある。これね、新鮮すぎるな。よかった、なんとかなってお家がすげえ。ハロペ顔虫だ。今日よろしくお願いします。